その日、テレビの報道番組で言っていた。若い人にも、もっと選挙に関心を持ってもらわないと困るんだそうだ。でも何が困るのか、俺にはあまりよくわからない。通りに掲示板が立てられて、国会議員の立候補者のポスターが何枚も並べて貼られている。やがて駅前で街頭演説が始まり、選挙カーが大音量で候補者の名前を連呼する。もうしばらくすると、衆議院選挙があるのだ。テレビの報道番組では、街頭インタビューをやっていた。投票所には行きますか？行きませんよ。どうしてですか？投票したい候補者がいないし。選挙に行ったところで、大して変わらないでしょ。世の中なんて。番組のコメンテーターが言う。若い人たちにももっと選挙に関心を持ってもらわなくちゃいけませんね。自分の国のことなんだから。そしてやがて俺のところにも投票用紙が郵送された。投票日と投票所の地図が書いてあって、俺の住所氏名が印刷されている。投票日当日、都合が悪いものは前日に不在者投票もできる。その場合は投票所の場所が違う。俺は立候補者のポスターの写真のおっさんやおばさん、それに選挙カーの大音量がなんだか気に食わない。でも俺は投票日には選挙に行こうと思っていた。ところで誰に投票しようか。気に食わないおっさんやおばさんのポスターを見ながら俺は考えた。俺は世の中が変わった方がいいと思う。どんな風に変わったらいいかなんて俺にはわからないけど、俺にとっては世の中には嫌なことが結構あるような気がする。変わるってことは嫌なことが減るってことじゃなくて増えるっていう場合もあるかもしれないけど、でも俺には
今のままでいい、というふうには、思えない。そういうわけで、俺は、一番大きな野党の議員候補に、一票を入れることにした。だって、いつも政権取ってる与党が、また政権取ったって、世の中あんまり、変わらないわけだろ。そのポスターの顔は、名前も顔もよく知らない。おじさんだった。選挙当日の夜のテレビ番組は、選挙速報ばっかりだ。どの番組も、司会者とコメンテーターが、何か選挙のことを話している。候補者の紹介やインタビューが、そこに加わる。候補者は言う。日本をもっと元気に。希望を持って。過ごしていただける社会。安心して暮らせる。日本を作るために。有権者の方々の期待に応えるため。真摯に向き合い、真正面から捉えて。政策を一つ一つ実現してまいります。決意と覚悟を持って、全力を尽くしてまいります。俺にはなんだか、綺麗ごとに聞こえてしまう。開票が進んでいくと、どうも、与党か無党派の候補の当選確実が多いらしい。そして野党はどこも旗色が悪い。そんな感じだ。日本の有権者数は1億数百万人と言われている。その中のたった1票が俺の分で、俺の権利だった。その日、俺には意見があった。でもそれは通らなかった。自分の意見が無視される。悲しいもんだ。でもそれが俺にとっての民主主義っていうものだった。本屋でまた本を買った。自由とは何だろう。俺はそれを知りたかった。だからそれらしいことが書いてありそうな本を探して買った。人類は古代以前からずっと自由を求めてきた。
上からの自由、寒さからの自由。危険からの自由、病気からの自由。上から自由になるために。様々な狩猟方法。また、道具が発明された。また、農業により、作物を作ることができるようになった。寒さから自由になるために、火を起こすことができるようになり、また、衣類も発明された。危険から自由になるために、人間は武器を持った。そして、病気から自由になるために、人間は神に祈った。例えば、この世界には危険がある。暴力による危険、病気による危険、事故や災害による危険。危険から解放されることは自由なことだ。例えば人間は食べ物を食べなければ飢えてしまう。食べ物を十分に食べられるということは自由なことだ。そして、この世界には寒さがある。寒さから身を守れないと、人間は凍えてしまう。寒さから身を守ることができることも自由なことだ。そんなことが本に書いてあった。でも一体、それが今の俺とどうつながるのか、よくわからなかった。俺には危険なんてない。食べ物に困ることもない。住むところだってちゃんとある。こんなことも書いてあった。この世界には不安がある。不安から解放されることは自由なことだ。今の俺には不安がある。確かにその不安がなくなれば、俺は自由になれるかも。選挙が終わってしばらくして、俺はどこか自分がおかしいと感じていた。俺は寂しさを感じていた。世の中は変わっていく。でも、俺の望むようには変わらない。技術革新、世界情勢の変化。人の心も変わっていく。でも俺は変われない。俺は自分を世の中に合わせられない。俺と世の中の間には、まるで見えない壁のようなものがあるようだ。見えてはいるが、決して触れることはできない。
俺はただ、取り残されていく。そんなことを。俺は、以前から、思っていた。でも、そのことが急に。俺の心に、のしかかってきた。あの選挙で。俺の意見は、通らなかった。そしてそれが、現実だった。あの時、俺には、現実ってもんが、少し見えた。世の中には、いろんな人間の、いろんな寂しさがある。家族と、うまくいかないとか、会社で、うまくいかないとか、彼氏や彼女に振られるとか、そんなことでも、人は寂しさを感じる。寂しさを感じると、人は他人を求める。友達、家族、恋人。そんな相手が、誰もいなければ。行きずりの、相手でもいい。そんなもんだ。俺は、寂しさを感じていた。そして俺は無性に、あの人に、会いたかった。その翌日、駅前の商店街で、俺は、あの人にばったりと、出くわした。俺は、あの人の、目の前にいた。あの人は、俺がいることに、気がついていたはずだ。でも、あの人はまるで、俺の姿など、そこにはなかったかのように、俺の前を、通り過ぎた。俺は、思い出した。悪いけど、外ではもう、声をかけないで。ごめんね。あの人は、そう言っていた。二人でいるとき、彼女は優しい。それは俺が、彼女にお金を、払っているからかもしれない。でも、もしかしたら、彼女は俺に、好感を、持っているんじゃないか。そんな風に、思うこともある。俺は、彼女の気持ちを、知りたい。もしかしたら、彼女の、気持ちの中には、俺への好意なんて、ないかもしれない。そう考えると、恐ろしい。でも俺は、彼女の気持ちの中に、もしかしたら、あるかもしれない。俺への好意を、探したかった。人には、気持ちがある。他人の気持ちなんて、わからない。でも、それはあるんだ。あの人の気持ち、兄の気持ち、川上さんの気持ち、杉原の気持ち。
人の心は目に見えない。でも、人間というのは、いろんなことを考える。お金のこと、仕事のこと、将来のこと、悲しいこと、辛いこと、苛立ち、嬉しいこと。そんなものが人の心の中には渦巻いている。そしてそれは人によって違うし、時と場合によっても違う。人間が置かれている状況は常に変化するし、目まぐるしく変わることもある。でも、そういうのは外側から見ているだけじゃわからない。人の心というのは複雑だ。だから俺にはわからない。つまり人の心というのは俺には未知のものだ。だから不安になる。でも、今の俺には人の心というものが結構大切なものだった。再生リスト14に続きます。